はい、皆様おはようございます。とうとうやってまいりました。本日もモーニングルーティーン。てかさ、前回のジェラペケの正月の動画なんだけど、めちゃくちゃ失敗した今まで上げてきたジェラペケのモーニングルーティーンの中で一番伸びないという。何を失敗したかって言ったら、まず投稿日時、曜日、投稿時間、ある程度ね YouTube 上でも何時の時間帯見られますよみたいな、そういうデータみたいなのがあるんだけども、一番見られる曜日って土曜日なんだけど、土曜日の18、19、20、21時、この4時間結構見られると。でも神戸が上げたのは21時半。そう、一番見られる時間帯を逃した挙句に落ち着く日曜、月曜、火曜、水曜日とやってしまった。いやだってさ、全然追いつかなかったんだもん、編集が意外とサブちゃんの上げる動画で編集してもらったんだけどさ、ポール・スミスの動画、俺の中で修正して神戸らしいものを若干出しつつサブチャンネルを更新したいなと思って神戸らしい雰囲気を入れ込んだわけ。そしたら意外と時間かかっちゃって、月曜日は爆睡してしまったし、そう、本当は月曜日から動き始める予定だったんだけど、やってしまった。最近ね、寒暖差かわかんないけど鼻水がやばい。今回は見ての通りジェラペケではないんです。スリーピースリーピーというパジャマブランドがありまして、ネットで検索したら結構上位のランキングに入ってて、男性もの女性ものしっかりとあって、ものすごくジェラペケと違って大人っぽいよね。でもう最近美容室も行けてないからさ、髪の毛邪魔だなっていうのでピン止めしました。ということで、前回の動画でかなり学ばさせてもらったんだけど、フレンチトーストがフレンチトーストではなかった。すげえコメント欄にさ、これって卵パンみたいな、砂糖はかかってなかったし牛乳は入ってなかったし卵パンだった。なんで今回はフレンチトーストまた再度買ってきました。今回こそ牛乳入れるのを忘れず、砂糖を振りかけるのを忘れないようにやっていきたいと思います。今日も冷蔵庫の中を見せますね。じゃ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 ーん。変わってないと思うんだけど、本当はねこれね使う予定だったの。でもこれ賞味期限1月21、今日って何日だ ?1 月22切れた。いや俺ね、消費と賞味の違い分かるけど、賞味も怖くてさ。で、今日フレンチトースト使うんですけど、これこの間使ったパンね、1切れ。これね、1月19日も切れてるんだよね。消費期限って大丈夫なんこれ。マジで怖くてさ、いつもライブ配信で聞いてから食べるからさ、これ使うの怖くて。だから新しく買ってまいりました。これね、めっちゃいい。3枚入り。一人暮らしって6枚入りとかいらんくない？消費期限が早く来ない。間に合わないと思うし。なのでこれを使います。買ってまいりました、卵。水がね、なくなったよね。この中にある分しかなくて。ちょっと移動させよう。はい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 。
そんなに俺をせかさないで。結構最近ね、肌のために水飲むように頑張ってるんです。牛乳あとちょっとしかない。本当はこれ使いたかったよ。こっちもね、もう空っぽなんだよね。ほら、相変わらず生活という生活をしてないという。これを使っていきたいと思います。俺さ、お菓子飲み生活をやってた。要はもうお菓子しか食わない生活を2、3年前に1、2年ぐらい続けてた。その時はまだね、年齢的にも若さっていうのもあってさ、なんともなくて、病院の精密検査も受ける機会があって、糖尿病とかそういうのもなくて、健康体だったんだけど、当時ね、1、2年、どんなお菓子を売って生活してたかを紹介したいなと思って買ってきました。一緒にそれ見せたいと思う。じゃ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 ん。2週間に1回ぐらいこの量のお菓子を買ってた。主食だからね、言うてスーパーで買ってて、ちょうど品出ししてて、店員さんが3人ぐらいその棚の列におって、俺めちゃくちゃカゴにぶっ込んでいくやん。しかもチョコレート系を基本的にすっごい目で見られたんだけど、いつもね、2、3年前お菓子生活してる時は夜中に買いに行ってたから、だからさ、見られることってなかったんだけど、めちゃくちゃ見られてちょっと恥ずかしかった。まだね、この中にも買えてないお菓子もあって、あらかじめ言うと、たけのこの里きのこの山のファミリーパックがまずなかった。今ないのかなと思ってさ、あとポッキーのファミリーパックもなくて、あとトッポのファミリーパックもなかったんだよ。まずはい、ポテチを買ってました。箱の中にね、袋をバーって入れてた。つかみ放題のボックスみたいな感じになってて、お腹が減った時にお菓子をつまむみたいな、そういう生活をしてた。だから主食はお米とかも食わずにお菓子のみで。なんでそうなったかって言ったら、完全に好きなもの食べていけるのよくねみたいな。なんで好きなものを我慢してご飯を食べなきゃいけないんだっていう感情になったわけ。それだったら別にご飯を抜かしてお菓子を食べていけば別に生きていけるっしょみたいな。好きなもの食べて生きていくのがいいでしょみたいなね、変な感覚に陥りまして、この当時はバカでしたね。今もまあ抜けきれてないところはあるけど、当時を再現しよう。当時もね、ドンキーとかでこういうの売ってあるし、こういう布のやつこの中に入れてて当時を再現するんですけど、これね、めっちゃちょうどいいよ。このサイズ食いすぎず少なすぎずちょうどいい。足りない時はちっちゃいお菓子をつまめばいいしさ。次、チョコチップ。セブンイレブンのチョコチップ好きなんだけど、でもセブンイレブン意外と160円とかするんよ。スーパーとかでこういうのを買ったら安く手に入るからスーパーでよく買ってる。これもね、こうやって2枚入りの袋だからね、めちゃくちゃ食べやすかった。カントリーマーム。これはね、1袋1枚入ってるからちょうどいい。でもやっぱりね、俺ね、カントリーマームのココアめっちゃ好きなんだけど、この白色のやつ、バニラ味あんま好きじゃなくて、バニラだけ結構残ってた当時。次にチョコレートじゃないのもたまには欲しくなるから、塩っ気が欲しい時ある。雪の宿。やっぱりガーナチョコレート。これもね、1枚1袋梱包だからめちゃくちゃいい。ほんとこんな感じだったんだよ。もうマジでこれなんだ。当時とかはチョコリエ、これめっちゃ好き。ほんとうまい。個別梱包されてるお菓子をメインに買ってたかな。アルフォート。これね、1枚のカロリーって結構爆弾なんだけど、マジでお腹減った時とかこれを食ってた。これ結構食えばね、お腹っていっぱいになるのよ。こういうボックスにはアルフォートっておすすめ。よくその時ね、ニキビとかできなかったなと思うんだけど、当時あったかなこれ。でもなんか食べてたイメージがある。チョコまみれのカントリーマーム。美味しさ、ぎゅっと濃厚な味わい、チョコブラウニー。これめっちゃ好きだった。柔らかくてしっとりした感じで食べ応えがあるという。ワンチャンアルフォートよりも食べ応えあったかもしれない。めっちゃいいよ。本当に甘党だからさ。チョコパイは必須でした。チョコパイマジうまいのよ。今回このなんか大きいやつしかなかったんだけど、一口サイズのやつもあるんよね、個別梱包で。だから一口サイズがあったらそっちを買ってた。ない時はこっちを買ってたけど、これで以上かな。こんな感じでこうやってある程度混ぜるに引き出しのとこ入れといて、なんかお腹減ったなと思ったら引き出し出して、これ食おうみたいなをやってた。今やったら俺相当ニキビやばいと。なんかね、年なんかわからないけど、今ね、甘いものをめっちゃ食うとね、ニキビができるんよね。あの時できなかったの。よく 1,2 年もね続いたよね。正確に言うと1年ちょいぐらい、持って2年ぐらい。よく健康体で入れてるのが不思議すぎる。網での生活はこんな感じのスタイルでしたね。最悪料理できねえじゃねえか。今日ね、朝ね、天気悪かったんだけど雨降ってたんよ。俺買いに行く時なんかこの時間帯になってからめちゃくちゃ晴れてきてさ、結構雨の日って俺好きなのよ。なんでかって言ったらね、逆光にならなくて光の調整めっちゃいい。実際漏れる。結構さ、まあみんな女性の視聴者の方々がこのチャンネルは多くて、女性は物を写真撮ったり一緒に友達と写真撮ったりすると思うけど、一番のね写真の盛り方って何かって言ったら光ない。本当に光で全
定が決まる。例えばね、片方から当たってる光ってニキビの凹凸であったりとか肌のクレーター際立ちやすいなんだけど、上下のように平等に光が当たってたらめちゃくちゃ肌が綺麗に見えたりするんよね。写真をそうやって撮るときは下が白いタイルとか床が反射しやすい色合いしてる時とかを狙って撮るとめっちゃ盛れるよ。どんだけアプリを使って写真を撮っても光で盛れない時は盛れない。アプリで明るくなったりもするけど、その明るさって無理やり上げてるからものすごく、ね、不自然に見えたりするんでも最初から光がちゃんと当たった時は不自然じゃない自然な写真になったりするから、ぜひ皆さん試してみてください。ということで、このチョコレートたちはどう処理していこうかな。来客用とかにするでは作っていきましょう。まず手を洗おう。めっちゃ忘れてた。なんか喉乾いたなと思ったらいつもの朝飲んでいるコーヒー作るの忘れとった。牛乳も買ってきたしコーヒー作ろうぜ。上部流のコーヒー。まずコップをコーヒーの粉を入れましょう。おなじみティファールちゃん。結構牛乳入れるでしょ。コーヒー牛乳じゃなく牛乳コーヒーかもしれんこれはでもめっちゃうまいのよ。うちのマミーがよく作ってくれてたのよ。大人ぶりたかった上部のために子供用の牛乳コーヒーを作ってくれて。ではいただきます。うまい。ということで作っていきましょう。普通に間違った進め方いや前回も思ったんだけど、フレンチトーストって10分置かなきゃいけないじゃん。その10分置いてる間にお菓子を紹介すればよかった。俺しくった。もうこれは1個で OK で、片手で割ると最近荒れてきたんだよねほらやばくない？このやり方。音だけ聞いたらすげえ料理ができそうな人じゃない？今回はもう先に牛乳入れときましょう。サイトを見たんだけど、どのぐらい牛乳入れたらいいかマジ書いてなかったの。いい日でやれってこと？このぐらい？ああでもまあ好みやんね多分ね。牛乳入れるとふんわりなるんかな。半分に切りたいと思います。ちょっとしくったいいや。この中に入れて思ったんだよね。こうやって浸すじゃん。ちょっと斜めにして乗せる感じで斜めに置くなんか作ればいいね。イブでいいや。こうやってこれで10分。マジこの時にお菓子紹介すればよかった。マジでしくった本当に。これ前回でも話したけどさ、最近ゲームに好奇心が湧いてるとソフトを買っちゃった。ソフトを買った。グランツーリスモというレーシングカーゲーム。6000円ぐらいしたっけど、でもよくよく考えればさ、外に遊びに行ったり旅行行ったりとか食事に行ったりするよりもさ、結構ゲーム1本でさ何百時間ってできるイメージがあるから、めちゃくちゃ消費的なところで言えば低コスパじゃない？なんかそんな気がしたんだよね。それこそ昨日日曜日だったんだけどダウンロードして面白かったね。久々休日を過ごしたなって感じだった。俺さ0100だからさめちゃくちゃ極端なのよ。平日一生懸命頑張れるように土日めちゃくちゃ寝るという体力回復に集中するみたいな、なんかもうそういう極端性があってさ、今を表活動と捉えた時にプライベートという時間って意外とないよなっていう。でもまあ別になくても俺っていける人だから、久々にプライベートを過ごしてみた結果、土日48時間ずっと寝てるみたいないう時もまあ疲れは取れてるんだけど、それと同等なぐらい疲れが取れた気がする。不思議と寝てもないのに肉体的な疲労じゃなく精神的な疲労が軽減されたみたい。疲れが取れたって感じだった。不思議だよね。結構上部の表活動っていうのは肉体的疲労ってあんまないのよ。精神的な疲労がえぐいのよ。その分その精神的な疲労はいい部分も悪い部分も全部込み込みなんだけど、集中するとかデスクワークとかも精神的な疲労やなんかそういうところから来る疲労なんだけど、精神的な疲労がなんかゲームすることによって軽減された気がする。あの感覚はほんと不思議だった。別になんかオンライン配信みたいなまだやってないんだけど、
ど、次やるならまた土日だろうけど、タイムアタックって言って、タイムアタックは何かって言ったら、誰もいないコース独り占めにして、そのコースをめちゃくちゃ攻めて、一周何秒で回れるかっていうタイムで競うのをタイムアタックって言うんだけど、ずっとそのタイムアタックをやってた。割と現実的なところ結構再現頑張ってるらしくて、例えばスピードが出過ぎてたら車が曲がりきれなかったりとか、スピンしちゃったりとか、ちょっとハンドルがブルってなったらシェーってなったりとか、現実に起こる挙動っていうのも割と忠実に再現してるらしいよ。だからめちゃくちゃ人気なゲームではあるんだけど、本当はそのハンコンって言ってハンドルとかをわざわざ買って、アクセル、ブレーキ、クラッチ、ギア、そういうもの売ってあるんだけど、それを買えばより現実に近くなるらしい。だからサーキット上だとお金かかるじゃん。普通の車を走らせてもさ、タイヤ費用だったり整備費用であったり、そのレースを借りる費用であったり、めちゃくちゃお金かかるんだけど、なるべくそういう資金面を抑えるためにグランツーリスモとかでドリフトの練習をしたりとか、現実にあるコースがゲームの中でもあるからコースを攻略したりとか、そういうのに使う人も結構いるらしくて、いつかはそういうハンドルとかを買いたいなとは思うんだけど、結構車好きなんで、子供の時に見ていた夢、レーサーになるっていうのも俺一つあったね。イニシャル D っていう子供の時にアニメを見てて、もちろんその時リアルタイムではなくて TSUTAYA とか行って DVD とかをレンタルして見てたっていう時代なんだけど、その時に見ててものすごく車が好きになったと。それでレーサーになりたいっていう夢があったんだけど、あっけなくいつの間にかそのレーサーになりたいっていう好奇心、気持ちは薄れていったという。他には学校の先生になってみたいとか、ケーキ屋さんっていうのは小2の時に書いてたなんでケーキ屋さんがそこにね紛れてきたかマジでわかんないんだけど、ケーキ屋さんって書いてあったね。もう10分ぐらい経つかな。絶対今回は砂糖をかけ忘れないようにしないと。よし、焼いていこう。今回もバター買ってくるの忘れちゃったいいや、油でいこう。まず俺記憶力多分いい方だと思うんで、前回やった記憶の中では多分こんな感じ。弱火にして、違うか、弱火にして、早かったっけ？全く音しないんだけど、前回と違って早かったかな。音が欲しいから強火にする。やっぱり料理は音がしてなんぼでしょ。空気感、臨場感、それ必要。この音を求めてた。実際さ、一回やっちゃえばね、楽だよ。目玉焼きよりもほんと楽。急ぐことがない。いい匂い。もうちょっと音潰しない。音がない。意外と焼き色がつかないんだよね。いいなんかもう卵焼きって感じだけどすげえ卵焼きじゃない。よし、こんなもんだよね、フレンチトースト。全然牛乳入れただけで匂いが違う。カステラの匂いがする。なんかドラえもんカステラみたいな。これに砂糖を振りかけると、今回はちゃんとフレンチトーストになってるでしょ。どのぐらい砂糖かけていいかわかんないんだけど、かけすぎ。サイトにもね、なんかね、どのぐらいかけるとか書いてなかったって。マジ俺思う。料理できない人にとってマジでサイトの書き方はね、悪意を感じる。このぐらい当たり前でしょみたいな感じで書いてくるじゃん。料理できないからさ、少々とか書かれてもわかんないんだけど、その基準がないからマジでわかんないの。こんなもんでいいよね。料理できない人のことも考えながら書いてほしい。少々とは。はい、ということでできました。どうでしょうか。今回はフレンチトーストっぽくなってますか。ではいただきます。全然違う。前回食べたのと全然違う。前回マジ卵やったわ、そう考えると。なんか砂糖かけるだけで表面がコーティングされた感じなんよね、食感的に。こっちの方が断然うまいわ。ちなみに紙名グッズ発売しておりますので、よかったらぜひ見ていってください。アクリルキーホルダー、そしてステッカーとアクリルスタンド、そして2月3月には紙部個人と1対1でお話ができるズーム対談っていうのがありますので、興味がある方は確認してみてください。なんか朝に食べたらさ、よし今日一日頑張ろうみたいになるよね、この味。朝から視界がきらめきそう。マジでなんかいい朝を送ったって感じの気分になる。紙部はさ、朝起きるの苦手なんや。だからいつも朝時間ない人で、こうやって今やってみるとものすごく一日が変わりそう。朝をちゃんとゆっくり過ごすことで、いい朝ごはんを食べながらちょっとまったりして、よし仕事行こう、学校行こうっていう気持ちで動くと、ゆとりがある一日になりそう。このフレンチトースト食ってみて思った、それを。ごちそうさまでした。マジでうまい。こんなに変わるんだね。皆さん絶対牛乳と砂糖は忘れずに。めちゃくちゃ味違います。
でさ、その配信とかでもゲーム配信をしてみたりとか言ってたりするんだけど、配信の環境を整えるとすればプレイステーション4とか5とかよりもゲーミング PC の方が良かったりするわけ。でもまあゲーミング PC って妥協せずにいいものを買おうとすればやっぱり20万から30万かかったりするピンキリなんだけど、人に見てもらうっていう環境づくりの中ではまあいいもの買った方がいろんなトラブルは防げるなと思うと出した方がいいんだろうけど、まあでもそんなにねゲーム配信回数なんてそんなにないだろうし、ある程度チャンネルが落ち着いてからそういうゲーム配信とか趣味の範囲で楽しんでいこうかなって思ってたらさ、知り合いにさ、俺さゲーミング PC 買おうと思ってさって言い出したのよ。嘘と思って、このタイミングみたいな。いやそんなん言われたら俺もなんか欲しくなってブレーキが効かなくなってくるじゃねえかと。ピーちゃんなんだけど元マネージャーね、マネージャーが買おうかなとか言ってて、もし俺も買ったら配信で一緒にゲームをしようよみたいな言ったらいいよみたいな言うわけよ。このタイミングで言ってくるかと。びっくりしたよ。買いたくなるやんいやこれからさ、神々もまださ表活動として土台が作れてない中でさ、どんなことがあってもいいようにこれからも貯金をしていかなきゃいけないし、いろいろと後先のことを考えてやらなきゃいけない中で PC かと思って、いや俺が持ってるパソコンは Mac っていうアップル社のパソコンなんだけど、ゲーム向きではないのよ。どうしても中にある脳みそみたいなチップがあるんだけど、そのチップが対応してないよ、ほとんどのゲーム作品に。 Windows だったらもうほとんど対応してて、ゲーム好きな人とかゲーム配信者とかみんな Windows なんだけど、てか Windows じゃないとできないんだけど、その Windows を買うか迷う。高いもん。もしそれ買うってなったらどのぐらい節約しなきゃいけないんだ。半年以上は節約していかないとやばいぞ。しかもなんか俺さっきハンコンって言ってハンドル買いたいなとか言いよったしね。ハンドルもバカ高いったい。あれは現実と同じぐらいの重みがあって本当リアリティがあるハンドルなんだけど、そしてアクセルブレーキクラッチもリアルに近いものでピンキリなんだけど、バカ高いやつはそれ意識揃えるの、あとコックピットみたいな揃えるとなったら20万ぐらいすっちゃう。 YouTuber とか見てたら80万ぐらいした人もいるわけ。俺は別にコックピットを置ける場所ないから、折りたたみができるような簡易的なコックピットがあるから、まあそれでいいかなっていう。それでもそれ意識でおそらく10万はいかないと。ゲームにまあそんだけお金かかるのもなかなかだけど、 PC は25万だからそう考えると安いのかなと思ってきちゃうけど、それも欲しいとかさっき俺言ってたしね。やばいよね。結局どこかしらを我慢しないとさダメじゃん。よく俺は子供の時にばあちゃんから言い聞かせられたよ。このゲームが欲しい、このおもちゃが欲しいって言ってたら、あなたね少しは我慢しなきゃいけないのよ。大人になっても俺も全て叶えれるわけではないし、どれかは我慢しなきゃいけなくなってくるの。それを子供のうちに身につけとかないと大人になった時に大変よってよく言われてたんよだからさ、我慢するものは我慢しなきゃいけないんだけど、ゲーム欲に湧いたタイミングでのタイムリーすぎて周りの動きが困ったもんだねマジで困ったもんだよ。でもまあ逆に言えば今の年齢で遊びたいものを遊ぶっていうのは今しかないから、今を楽しむっていう概念でいけば買うべきだろうし、後々になってさ若い時に遊んどけばよかったとかさ、まあ、そういう後悔はしたくないっていう気持ちもあるよね。まあでも一番はやっぱゲームよりも YouTube をやったりとかライブ配信をやったりとかグッズを作ったりとか、そっちの方が一番楽しいから優先順位はそっちなんだけど、プライベート時間を作るというか楽しむというか、そういう面ではちょっと気になってるっていう。はい、ということでフレンチトーストごちそうさまでした。コーヒーもごちそうさまでした。本日もこんな感じでお菓子生活について触れてみたんだけどね、懐かしい、もう一回復活させたいなら復活させたいなと思いますが、あんまり皆さんにはおすすめしません。ニキビとかできても体調不良になってもそれは自己責任でお願いします。ということで今回これにて動画終わりにしたいと思います。今回着た服はスリーピースリーピーという洋服で初の別ブランドに手を出してみました。ものすごく落ち着いた大人の色気を感じるようなパジャマでした。サイトの URL を概要欄に貼っていますので気になった方はぜひ見てください。そしてこの 3P3P のパジャマを着て撮った写真概要欄にファイルナウで載っけてますので、そちらも興味のある方はぜひ見ていってください。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント、そして SNS 拡散よろしくお願いしますってこり、はい、ということでみんなまたね、バイバイ。2週間ぶり、いや4週間ぶりじゃなくて2週間ぶりか。2週間ぶりじゃない。
風邪ひいとってん。引いた。プラチナの甘い。あ、本これって結構ね、ビターって当？誰？ジャムおじさん。ジャムおじさんかわかんない。もらってくれるよね、これ全部。ぐちゃぐちゃならんか。